はい、皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。よろしくお願いします。ということでですね、まずは早速このイラストを見てください。これと、これと、これ、これって今3つの画像がね、みんなのところにも並んでると思うんだけども、こちら、私の作った悪魔4兄弟っていうタイトルのイラストで、なるほどね。だから羽が生えてるわけね。これが中学校3年生の時に一番最初に描いたイラスト。結局元の画風に戻るって書いてあるけど、それは多分このなんかノートでいろんな画風を試してた後に描いたイラストだからそう言ってるだけね。その当時のだから自分のイラストをね。で、中学校3年生の時の悪魔4兄弟。で、こっちがね、リメイクって書いてあるけどね、高校3年生の時に描いた悪魔4兄弟。ああ、なるほどね。こっからすでに3年の時が出てんのね。また今確かに上手くなってる気がするよ。で、さらにこれが、もう一回、中3の時の見ながら書いたら、高3の時と違いすぎてビビった第4って書いてあるから、大学4年生の時に書いた悪魔4兄弟。っていう風に私この悪魔4兄弟を、恐ろしいぐらいにリメイクしてきてる人生なの。なるほど。一番最後のやつなんかちょっと SSB 近いけどね。もうね、SSB、だって大学4年生の時でしょ。もう SSB を連載する直前のイラスト。いや、もうぽいよ、だから。そうでしょ。だから、もうこの時プロになってる。だから、ラフで描いてるから、なんていうかさ、だからさ、なんだろう、中学校の方がある意味丁寧だよね、線がね。うまい。なんかさ、だんだん雑描くようになってきて、多分この時なんか実際プロとして活躍はしてる分、なんか下絵に力を入れなくなってきてるっていうか。まあ、こんなもんでしょ、みたいな。っていう感じでやってきてるこのイラスト、私この間見つけたのよ。で、見つけたらもう私次はもう一回この悪魔4兄弟を、大学4年生から何年経ったのかは、恐ろしすぎて想像したくもない。20年近いでしょ。20年だって、待って、それひどくない大学4年生って22歳とかだよ。じゃあ15年ぐらいだ、ごめん。それも経ってないよ、失礼だな。今35だから13年ぐらい。13年ぐらい経った今の、だから要は35歳の悪魔4兄弟。私は書きたいの。ちょっと痛いね、34歳の悪魔や35歳の悪魔4兄弟。ということで今日はこの悪魔4兄弟、30何歳でリメイクしてみたーという企画をやりたいと思います。30何歳じゃなくて35歳って言ったらもうそこはもう言ってるし。いや、一応そこだけちょっとぼかしていこうかなと。という感じで、今ちょっとこの過去のね、だからイラストを見ながら、こう描いていきたいと思います。じゃあ早速リメイクしていきたいと思います。ちなみにこの悪魔4兄弟はね、名前がないのよ。多分中3の時から決めてないの、特に。なるほど、なるほど。なので今回はよかったら動画見てくれた視聴者さんに、名前を募集したいのよ。で、こう順番も決めてないから、今、兄弟の順番ね。決めてないから、とりあえず今決めたんだけど、長男、次男、で、長女、次女。で、それぞれの名前を募集したいと思います。なるほどね。今中3の時のやつを見てて思ったんだけど、もうやっぱ中3の時この長男のね、位置を多分私絶対長男からこれ描き始めてんの、このイラスト。右上から描いてるってことね。そうこの長男の下半身を気にしてないから多分。今描いてみたら意外とやっぱちょっともっと上の位置の方に描かないと。バランス悪くて入らないなってことに気づいた。4体が入らないってこと？そう。なるほどね。多分長男はなんかこう、あぐら描いてるんだとは思うんだけど。これあぐら描いてんだ。なんか後半に来れててちゃんとそれがほら、リアルに描かれてきてる。ほんとだ。確かに。第4なんかも完全にあぐら描いてるわ。やっぱどこを見てリメイクすべきこれ。中3を見てリメイクすべきなの？第4も見てなの？第4じゃないの？第4ね。やっぱり、だって第4からどれだけ上手くなったかみたいなの見てほしいわけでしょ？そうなってくると中3見てたら多分さ、下手したら第4に負けてる可能性も否定はできないでしょ？まあ確かに。リメイク力が第4より上がったかどうかみたいななっちゃう。そう、そこ見たいじゃん、やっぱり。でもなんか第4からは正直丁寧には描けそうだけど、なんかあんまり人物の描き方とか変わんないかもしれない。新本先生の画力は一緒なんだ。そんな、やっぱこの時もプロになってるしさ、なんか今書いてて当たり取っててみたら、私第4の当たりと今取る当たりと大して何も変わらんだけど。いやだから多分絵柄がきっと今の絵柄になっただけじゃないじゃん。でもさ、絵柄も言うほどこっからすごく私今変わってないよ。多分なんかちょっとは違うかもだけど。でもなんか SSB のなんか1巻とかそうだな、最初の時の絵柄。なんか11巻の最終巻とか見ると、全然なんか違うけどね。なんか絵が。ちょっと。そうだよね。違うよね。確かに違う。一巻と確かに最終巻で全然違う。違うでしょ。そんなイメージで考えると、まあこれが一巻だとしたら、まあ今出てるのがだから今のちょうど下津で絵柄の雰囲気ってことじゃない？そうだな。よっしゃ、ペン入れてくわ。
およ。ようやく下絵が終わったので。もはやそんなところは最初からちゃんと書いてなかったんだな。でも最初はね、多分ね、嫌だったの書くの。第4の雑さを見てくれればわかるけども、第4なんかはさ、鼻から真面目に書く気はないよ。息抜き程度の落書き程度で書いてるからさ。ああ。だからここに来て、初めて真面目にリメイクしてるよ。なるほどね。だから中3の時に書きたかったものね。そうそう。中3は真面目に書いたよ、これすごく。一線も一線を丁寧に丁寧に。それは真面目だよ。でしょ？だんだんもうさ、まあリメイク遊び程度の落書きないよ、これ。仕事とはもう分けちゃってるっていうか、明らかにイラストをさ。しかも誰に見せるんでもないしね。まあ確かに。自己満のためや。ここに書いてある文字とかだってさ、別に誰かに書いた文じゃない、独り言。なんだとかこうやって未来の私がこうやって発掘してあげなかったら本当に。誰もわからない文字ね。そうだよ、本当。とりあえず、なんか書いてみた結果、全然違くなったなっていうのを、誰にも伝えられないから、とりあえずそこの文章にだけ残しとくかみたいなので書いた文章。そういうこと。いや、これぞコミッションだから哀れ。哀れじゃない。いや、これ、独り言だけさ、全部ここに切りしてくっていうさ。ノート型ツイッターや。旧 X か、今は。ノート型 X。喋るお友達が他にいないから、全部自分の独り言で完結するっていう。このノート型 X や。いや、ほんとそうだよ。だから当時はさ、なかったじゃん、X なんて。やっぱ独り言は書き記すとしかない。中3の時の見ながら書いたら、高3の時と違いすぎてビビった。大丈夫。ほんとに、X やん、これ。X。X だよ、これ。X なのよ。ほんとだな。これ X だな。でもほら、みんなは知ってる、YouTube 見てくれてみんな知ってると思うけどさ、このノートじゃないけど、私ほら、図書室にご自由にお読みくださいっていうさ、私のノート、作品ノートを飾ってたのね。それ初耳なんだけど、中学生の時に、なんか図書委員だった時期だったか、図書委員が友達に頼んでだったか、カウンターがあるじゃん、本を借りる。そこになんかこういう台みたいのを借りて、こうクリアファイルで自分の作品をいっぱい入れて、ご自由にお読みくださいっていう、私の手作り画集を図書室に飾ってたの、中3ぐらいの時。誰が読むんだ、それ。わかんない。誰かが読んでたかもしれないよ。しかもそんな飾っていい図書室だったんだ。すごい優しかったよ、私に。先生か誰かが私に。こいつめっちゃ自己主張激しいし、無視したらかわいそうって思ってくれた人がいたんじゃない？まあ、可能性はある。私一応ご自由にお読みくださいは、自分発でやってたんだけどね。中学生からもうすでに自己発信してたんだ。自己発信してたんだよ、そこで。自己プロデュースしてたわけ？プロデュースしてたけど、残念ながらそのご自由にお読みくださいからは、誰からも感想も来なかったし、そういうスカウト来なかったね。はい、イラスト完成しました。お疲れ様でした。ということで、中3の時のイラスト、再リメイク。無事終了。再リメイク。大学の時と比べるここと。めちゃめちゃ上手くなったじゃないですか。でも強いて言うと大学の時の自分だからフォローすると、この時本当落書きだと思って書いたから。ラフなの、ラフ。今回はちゃんと書いたからね。まあでも言うたら、大学の頃と、対してすればもう絵柄確立されてるから、なるほど。そんなにやっぱ絵は変わってないかなって感じ。なるほどね。ただやっぱ、うめえ。やっぱり安定されたから。明らかにうまい。安定された気がしました、自分でも。なんか絵柄はそんな変わってないけど、シンプルに画力がめちゃ上がってる気がする。やっぱブレがね、だいぶ、絵に対するブレが収まってきたのかなと。普通にうめえよ。でもこれ欲しい人いいんじゃない？ね、まあ、強いて言うと一番あげたいのは中3の時の自分にあげたいけど。っていうことで、中3の時の自分はもらったよ、もう。大人になっ
ってても描き続ければ多少やっぱ絵は上手くなったり変化するということが今回分かったので、ぜひ皆さんもいつまでも進歩を目指しておじいちゃんおばあちゃんになるまで頑張って描き続けてください。10年後ぐらいに描き続けてば、次は再リメイクだし。まあ40半ば、50半ば、しんどいな。もう40半ばまでもし奇跡的にやってたとしたら、次はもう私60半ばか80半ばの。60半ばにやったって再リメイクでしょ。かもなんか、自分で、そろそろ自分やばいかもって士気を悟った時に、エスケから回してもらって、今これリメイクしますって言って、これを遺作にしようかな。このリメイクを。これ、飾って。ということで、よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家のしもとしんと。バイバーイ。